皆さんおはようございます。iDo Web スクールの奈良寛三と申します。皆様の前でお話しするのは木曜午餐会、これで3回目になるんですけど、以前は非営利団体の方でお話ししてたかと思いますけど、実はこちらが私の本職で IT やその Web テクノロジーを、教えたりコンサルティングするのが私の本職です。で、今日のタイトルの通りですね、今日はIT アレルギーを持っている方の処方箋と、あとは今これからの子どもたちが IT とどういうふうに接していってらいいかっていうのをステップごとに分解していきながら分かりやすく話したいと思います。で、先ほどご紹介に預かったんですけど、もうちょっと補足をさせてください。iDo Web スクールですけど、2015年、今年で10年目を迎えまして、ウェブデザインの方から始まり、シニアクラスなども教えながら、今年からですね、子どもクラスの方も、始めているのが iDo Web スクールになります。じゃあ早速ですけど、今日皆さんにですね、お持ち帰りいただきたいのが2つのことがあります。1つはですね、処方箋と羅針盤、コンパスですね。まずはどこが壊れてるのかとか、どこが間違えてるのかっていうのを認識した上で、正しい方向に進んでいきたい。で、2つのパーツに今日は分けます。第1部がですね、シニア層の皆さん。この自分がもしかしたら IT アレルギーかもしれないっていうのをまず認識するのと、それを今日学んだ上でそれをどういうふうに直していくか。第2部はですね、お子様を持っている保護者の方。今子供はですね、もうタブレットやスマートフォンがもう大好きな時代です。で、本当に大事な習い事は今何なのか。そのパソコン教室でその IQ が高まるっていうことにもちょっと真相をついていきたいと思います。じゃあまず IT アレルギーとは何なのか。これちょっと確認のために言いますけど、これ本当の病気じゃないですね。僕が作った言葉です。造語ですね。IT アレルギーって辞書で調べても出てきません。まず一つ目はですね、新しい機械を見るのも嫌だ。嫌ですか、やっぱり。で、専門用語が全くわからないって方いますよ。はい、言いますね、結構ね。で、次は人に何度も聞くのが申し訳ない。ありますね。はい。じゃあまずこの IT アレルギーに飛び込む前に、皆さん IT っていうのを何の略かというと Information Technology ですね。で、この Information Technology っていうのは皆さん多分最近の言葉だと思ってますけど、これ始まったのいつぐらいだと思いますか？90年代だと思う方どれぐらいいます？ IT の始まりは80年代と思う方。はい、80年代。70年代と思う方います？ 70 年代。じゃあ戦後ちょっと1950年代ぐらいだと思う人。はい。じゃあ皆さん1950年代ぐらいが IT の始まりだなって思っている方が多分主流だと思うんですけど、実は間違いです。はい、本当はですね、15世紀に上ります。はい、レオナルド・ダ・ヴィンチの時代にちょっと入ってきたと思います。まず歴史から IT を学ぶのがとても大切なことなんですけど、一つ目は印刷機です。印刷機は立派なインフォメーションテクノロジー、情報機関の第一歩ですね。これが1450年代にグーテンバルク氏によって印刷機が初めて作られて聖書が刷られました。で、この時もですね、実は IT アレルギーを起こした人がたくさんいるんですよ。特にローマ法王カトリック教会はこれは印刷しちゃダメだと、人間が神の言葉を書くのが正しいって言ってたんですね。で、当時の現状としては修道院に僧の方がもう何千何万人もいて、ろうそくの火の中でこうやって聖書をずっと複製してたんですね。で、皮肉なことにみんな目悪くなるの早いんですよ。40代50代で目見えなくなる人も多く、若い層が今度はその老人のケアをすることによって聖書を書くのもどんどんペースが落ちていくんですね。で、ここでどうしたかっていうと、この印刷機を使えばこれが解決されるじゃないかっていうことで、1470年代、これダ・ヴィンチがちょうどティーネイジャーの時ですね。ローマにもあっちこっちに印刷所ができて、ローマ法王の許可もやっと下りて、聖書が印刷されるようになりました。はい、次はちょっと時代がまた上がりますけど、1872年。転倒符って皆さん聞いたことあります？これは多分我々の祖父とかの時代だと思うんですけど、電気が来る前は日本の道路にこの転倒符っていうのがいたんですけど、転倒符がですね、このガス灯をどんどんつけていくんですね、道路に。
でこちらのデータでも分かりますように、1874年東京の銀座に85基のこの点灯不要のガス灯がついてたんですね。でもこれもちょっと時代がすぐ変わりまして、1882年には電気で自動化されたんですよ。でこの時に実はまた IT アレルギーが発生しました。これは店頭府の人たちがですね、実は憧れの職業だったんですね。街でもすごい人気の職業で、組合たちが一気までいかないですけどデモを起こしたりして、電気だと狐や狸が来るぞ、ガスの方がいいぞっていう運動まで起きたんですね。これは1870年代です。はい、じゃあこっちはもうちょっと近代的な、皆さんも多分覚えている部分があるかもしれないんですけど、電話ですね。これ多分20世紀の最大の発明と言っても過言ではないかもしれないんですけど、日本でその最初に普及しだしたのがですね、明治23年、1890年ですね。でこれ電話交換、今のとは全然違うシステムなんですけど、一番最初に始まった時は155世帯ですね、東京で。横浜で42世帯で、ここから徐々に徐々に増えてくるわけなんですけど、1930年代ぐらいまではですね、交換手っていうのがいました。この中で交換手と話したことあるって方います？覚えてる方います？いました？交換手。じゃあその時に交換手と話す時の挨拶の言葉って何だったか覚えてます？そう、実はですね、交換手一番最初につなげる時おいおいだったんですよ。でそこから今世界でも珍しいんですけど、日本人ってもしもしって言いますよね。そのおいおいが失礼だろうっていうことで、当時は物を申します、物を申しますって言ってたんですね、交換手が。田中さんが鈴木さんにかけた時に、田中さんが物を申します、物を申しますって、これじゃ長いなって言ってもしもしになったんですけど、これも立派な IT 用語ですよ、もしもしっていうのは。でこの交換手なしでじゃあどうやって話すんだって、ここでまた IT アレルギー発生したわけですよ。1920年代から皆さんも交換手を使っていろんなところに電話かけてたんですけど、この大正15年、この関東大震災の後にですね、自動回転ダイヤルって回るのが出ました。この時皆さんすごいアレルギー反応を起こして、今まで交換手がつなげてくれてたのになんで俺が操作しなくちゃいけないんだって問題になったんですね。じゃあちょっとここでですね、この交換手の記憶、この交換手がどのように皆さんにこの IT を直すかっていう説明をしている動画があるので、流したいと思います。これはですね、1950年に今の AT&T の母体になった会社が作った動画です。Now be sure to dial the first two letters of the central office name, then the 5 numbers. For example, for word 49970, dial. When dialing, notice that I brought my finger around until it firmly touched the finger stop. And now I remove my finger and let the dial go back by itself.こういう感じの動画なんですけど、この動画がですね、実は結構20分ぐらいの長い動画で、当時アメリカの映画館で流れてて、あまりにもこれ使ってくれる人がいなかったので、これを映画館で全国で流して皆さんに回転ダイヤはこうですよっていう説明してる動画なんですね。今考えるともうね、ありえないぐらい当たり前じゃないですか。でも電話の自動ダイヤができてからここにたどり着くの25年かかったんですね。で回転ダイヤが普及するのに大体またさらに5年かかって、1955年ぐらいには皆さんが当たり前のように使うようになりました。なんでここで一度話を整理しますと、 IT っていうのは全然新しいことじゃないんですね。いつの世代もいつの時代も19世紀の頃から新しい情報が出てきた。そこでアレルギーが発生して反対する人、嫌だなと思う人、面倒くさいなと思う人がありながら、徐々に徐々に入っていって生活が豊かになってます、どの面でも。はい、じゃああなたのアレルギーを診断します。これはですね、3つに分けますね。1つ目が症状 A、 乗り遅れた症候群ですね。これもね、よく変わるんで、乗り遅れることもね、決して恥ずかしいことじゃないです。よくあることです。2つ目は専門用語がわからない、調べようにも調べられないっていう症候群ですね。で3つ目が一番重症なんですけど、人に頼む症候群です。はい、これも後で詳しく説明していきますね。じゃあまず症状 A、乗り遅れた症候群。
名前からして自分これかもしれないっていう方います？じゃあこの時代の変化が早すぎてもう追いつかない。でもこれはですね、焦る必要はないんですよ。まずは自分がどこで乗り遅れたかっていうのを正確に理解するのが大事なんですね。もうあんまりにもいっぱい新しいのが出てるから、もう新しいのに追いつこうと思っても一番最初の踏み外してたり乗り遅れてたら到底たどり着けないんですよ。なんでちょっと巻き戻しして自分がどこら辺でちょっと乗り遅れたのかなっていう見てきますね。まず例えばじゃあ90年代はですね、一家にパソコン1台が浸透し始めて、インターネットが一番最初に出だしたダイヤルアップの時代ですね。皆さんダイヤルアップの音覚えてます？ピーって変な電話回線につなぐすごい遅いやつですね。それが90年代ですね。2000年代には、Google 検索が当たり前のようになってブログを書いたりする人や自分の動画を YouTube にアップしている人が出てきました。2010年代になるとスマートフォンが出てきて LINE や Facebook、ソーシャルメディアが出てきました。皆さん LINE どれくらい持ってる方います？ LINE のアカウント。 LINE は結構多分多いですね。で2020年代、これ今ですね、今一番よくキーワードですけど AI、 人工知能が今は身近になり、このキャッシュレス決済やこのリモート会議が日常的になりました。今じゃ珍しくないことですけど、誰かとミーティングするときに確認するのが実際に会うんですか、それともオンラインで会いますかって確認取らないといけないんですね。じゃあこの処方箋へ乗り遅れた地点をまず見つけることですね。自分がこの例えば Facebook やり損ねたって言ったらもう Facebook に戻ればいいです。一番初期の簡単な Facebook やってみます。でやってはいけないことが、この今全部あることを全部まとめてすぐ追いつこうと思うのがパンクしてしまう理由ですね。ちょっとトゥーマッチになっちゃうんですね。なんでまずは自分のやりたい目標ですね。目標、何をやりたいのか、簡単な例ですけど、例えば人の顔を見て話したい、孫と話したい、友達と話したい、日本にいる親戚と話したい、 LINE の電話通話をやってみると、これだけに一点だけに絞って一つのことをクリアします。もう一つの例、例えばハワイで美味しいレストランを探したい。これももう探すとすごいんですけど Google マップだけで探すと、今オープンテーブルとかイエルプとかいっぱいあるけども、一つだけの小さなことに絞ってやってみます。これがこの乗り遅れた症状を治す処方箋ですね。はい、2つ目、専門用語がわからない症候群。これ多分よくあると思う。これ世代に問わずよくあることだと思うんですけど、まずはその言葉の意味、この言葉の意味を調べることすらわからないぐらい、もう専門用語が多い時には、特に医学用語とかもそうじゃないですか。自分の病気を治すのに医学用語すら理解できないと、それの説明の意味もわからない。じゃあまずは言葉の意味を最初に調べてみる。例えばじゃあブラウザーを開いてって言ったら、皆さんブラウザーって分かりますか？聞いたことある言葉で多分よく使うと思うんですけど、じゃあまずこのブラウザーっていう言葉は語源が何なのかっていうと、英語で閲覧するっていう意味なんですね。じゃあこれを今度閲覧するっていうのを、じゃあ自分が何をしたいのかって言ったら、インターネットを閲覧したい。でこれがブラウザーですね。でこのもう困らない対処方法もここで教えていきたいと思います。ここですね、絶対処方箋は検索を自分のお医者さんにすることです。これはどういうことかというと、自分で解決するんですけど、これ1回じゃ絶対解決されないんです。まずこれ複数に分けた検索がキーですね。まず1つ目は、このパソコンのブラウザーは何ですかって聞くんですね、検索エンジン。そうすると、ウェブを閲覧するための言葉でこうですよって説明が返ってきます。じゃあ次は今度、じゃあブラウザーの開き方はどう開くんだって。多分その次はじゃあダブルクリックしてから自分の好きな、サファリとか Firefox を開くんですよっていう説明が返ってきます。じゃあ次に頭の中でサファリ Firefox なんだどういうことだってなるじゃないですか。そこで今度はサファリ Firefox はどんなものですかって画像検索してみるんですね。そうするといろんなアイコンが出てきます。そしたら自分のパソコンの下にここにあったっていう形でつなげていくんですね。だからちょっと面倒くさい一筋縄にはいかないんですけど、この 2,3 回小さい情報って分けてやると、踏み台としてつながります。ブラウザはこれだ、この E っていうマークだとか。はい、これ一番重症なやつですね。人に頼む症候群で、なぜこれが一番重症かと言いますと、ここにデータがあるんですけど、これですね、オランダの医学大学で出された研究結果なんですけど、ちょっと英語で言いますね。
learning more by being taught less。これは少なく学ぶことによって自分でもっと学べれる。だから教えてもらうイコールあまり頭に入らないっていう研究結果が出てるんですね。でこれを数字に表しますと、例えば受講、今私が話してるのも受講のスタイルになるんですけど、これが皆さんの記憶に残る率っていうのは 5% から 30% なんですよ。すごい関心が高かったら 30%、 あんまり興味なかったら 5% ぐらいってことは、大学生多分ほとんどね 10% ぐらい話聞いてないんですよ、大学生とか逆に言うと。で次、読む聞くなどもやや低いんですね。じゃあ一番覚えるやり方はどうかっていうと、この一番最後の脳運動的な、自分で説明して自分で教えれるように分解して学ぶと、これが一気に 70% から 90% に上がるんですね。なんで例えばさっきのブラウザーの例に行くと、あれブラウザーのマークどれだっけって多分10回聞いてもこの 100% にはならないんですね、まだ。でも自分でこの調べてブラウザーの種類は何だって Google に聞いていろんな絵が出てきた時に、その時の記憶力っていうのは 70% から 90% になって、多分二度と人に聞かなくていいようになるんですね。なんでそこを恐れずに、自分でちょっと2回3回の検索に分けてわからないことを検索して調べてみてください。そうするとこの 90% 近くになって覚えます。今処方箋 C ですけど、この自分で見つけることによってさらにこのワクチンになるところがですね、達成感が出てくるんですよ。分かった時に頭の中で面白いというドーパミンが出てつながるんですね。でも教えてもらってるとその 5% しかないから、この達成感に到達できないんですよ。なんでこれ大事なステップですけど、分からない、検索する、試してみる、失敗する、言葉を変えてもう一度検索する、そしてできたっていうところまでやってみるのがとても大事です。これですね、日米のシニアのスマートフォンの利用率の違いなんですけど、実はアメリカって結構低いんですね。スマホを発明した国なのに。今やっと 61% になったんですけど、それに比べて日本が今 85.8% なんですね。でこれなんでかっていうと2つぐらい理由があるんですけど、一つは日本の方がシニア層が多くて、スマートフォンを売ってる会社 NTT とかがスマートフォン出た時に無料パソコンスマホ教室っていうのをよく開催してたんですよ、駅前とかで。それでシニアの方が自由に入っていろいろ学んで聞いて勉強できた。でもう一つは日本のオンラインバンキングですね。今日本オンラインバンキングすごい便利で、そのセキュリティもしっかりしてますんで、このシニアの方もお金の送金とかその支払いとかをスマートフォンから簡単にできるようになってるんですよ。今アメリカの皆さんは多分当たり前ですけど、皆さんチェッキングアカウント持ってますよね。チェック皆さん持ってますよね。それを封筒に入れて書いてますよね。そこがですね、アメリカのこのスマートフォンがあまり進化しない部分なんですよ。この金融とこの教室がないというところですね。じゃあうちの iDoWeb スクールのこの教室は何が違うのかっていうと、一つ目の特徴はですね、この個人レッスンです。ね、先ほどから説明しているように IT アレルギーの方っていうのはですね、集団とかグループになってきても、これは病院の患者さんと一緒です。いろんな症状を持っている人が20人お医者さんのところに行っても、お医者さんは誰一人治せません。なぜかというと、皆さん症状や処方箋、治し方が治療法が違うからですよ。でこのメリットはですね、この1人の方が来た時には、お医者さんもそうですけど、血液検査をするのかレントゲンを取るのか、この人はどういうふうに治療を進めるのかって正しいステップを進めれるんですね。なんでこのグループレッスンに20回行くより、このプライベートレッスンに1回行く方がちゃんと治ります。はい、ここからちょっとクラススタイルで皆さん勉強してテストするのでちゃんと聞いてくださいね。デジタル世界の重さを知ろう。皆さんこのなんかキロバイト、メガバイト、ギガバイトとかって聞いたことあります？この何が大きくて何が小さいかって分かります？ちょっと困りますよね。これシニアだけじゃなくて結構社会人でも困るんですけど、ちょっとここをね今日おさらいしたいと思います。一つですね、このキロバイト、これ一番小さい量ですね。これは文章とか小さな文字だけど、手紙みたいな用紙サイズがキロバイトになりますね。で次にメガバイト、これ皆さんが持ってるスマートフォンとかで写真を撮った1枚の写真って大体メガバイトクラスなんですね。で次は一気に大きくなってギガバイトなんですけど、メガバイトが1000個あるとギガバイトになります。これはなんかミリメーター、センチメーター、
キロとかそういうタイプに似てるんですけど、このギガバイトになるとこれ膨大なデータで実は図書館の本棚一つ分ぐらいの情報量です。ギガバイト。じゃあ次にこちら多分あまり使うことないんですけど、テラバイト。これはもうさらに大きな量で図書館丸ごと分のデータが入ります。テロバイトって。でここでうちの生徒さんがですねよくある実例をちょっと紹介していきたいんですけど、これさっきのキロバイト、メガバイト、ギガバイト、テラバイトの仕組みですね。キロが一番小さいです。テラが一番大きいです。でここうちのお客さんじゃなくて生徒さんでよく来るのがですね、メールが壊れた、メールが送れないってやつなんですね。でまずメールが壊れるってことないんですね。これ郵便局と一緒で郵便局なくなったりしませんメールサーバーもなくなったりしません。だから安心してください。これ使えない時はですね、よくあるのが一般的なメールサーバー、皆さんが持っている Gmail とか AOL っていうのは1回に送っていい量が 25MB なんですよ。で特に最新の iPhone 持ってるって方います？15か16持ってる人います？じゃあ iPhone います？はい、それとかになると実は1枚の写真がもう7メガとかになってるんですね。ってことは20メガ送るのにもう3枚写真をつけたらメールが送信できないんですよ。エラーが起きるんですね。その時によく思うのが、メールが壊れてるって。これ壊れてるんじゃないんですよ。これ郵便局に例えると小さな封筒の中になんかクリスマスプレゼントを全部ガーって入れて郵便局持っていくと、ごめんなさい、それは入れてきませんのでちゃんと段ボールに入れてくださいっていうやり方ですね。でこれはじゃあメールを例えるとどういうふうにやるかっていうと、このクラウドって皆さん聞いたことあります？多分名前はあると思うんですけど、一体もうどこに何の種類があるのかとかって分かりづらいので、今日は一つだけ覚えてください。 Google フォトっていうここにある黄色と赤と青と緑のこのぐるぐる回ってるサインですね。ここにですね自分の写真を全部クラウドに上げるアプリがあるんですよ、自動的に。でその中から例えば10枚選んで人にポッて共有することができるんですね。これをやるとすごい便利でデータ関係ないんですよ。動画まで送れちゃいます。お金に例えるならあれですね、例えば100万円を自分で銀行から下ろしてそれをねバスに乗ってまた歩いて友達に届けるのと銀行送金するのの違いです。クラウドは銀行送金に似てます。ここからですね、この AI 時代を生きる子どもたちのための IT 教育の部分に入っていきたいと思います。ちょっと水休憩すいません。はい、じゃあ子どもの習い事ですけど、時代によってなんか流行りとかもありますけど、昔からよく、特に日本人人気あるのが例えばそろばん、習字、ピアノとかっていう習い事もあります。でもこれから一番大事なのはやっぱりIT の習い事が一番大事なんですね。でそれをなぜかというのをちょっと説明していきます。まず今習字とかっていうのはもう江戸時代とかさらに昔に遡るじゃないですか。ね、人間が社会人として生きて人に物を伝える手紙を書くために習字が必要だったわけですけど、今の時代習字を使うどころかペンもシャープペンも使わないじゃないですか。全部キーボードで打つのに今実はキーボードを教えてないんですよ、学校で。これ高校生のデータですけど 51% の高校しか今コンピューターサイエンスのクラスないんですね。もう自分たちで覚えろっていう教育システムなんですよ。しかも学校の先生たちもこの IT スキルを教える専門家じゃないんですね。いまだに鉛筆でこう書きなさいよって、特に日本語になると漢字の書き順違うよとか、ここは跳ねるんだよとか、ね、決してキーボードで L と O は小指だよとかそういう教え方しないです。それが今必要なのにやってないんですよ。で子供ですね、今残念なことにこのスマートフォンとかタブレットを遊びの道具って持ってるんですよ。で一番大事なのがこの遊びの道具を学びの道具に変えることなんです。で今やっぱりすごい時間を使ってしまうんですね、今スマートフォンとか。だからそういうね消費の時間からそれを創造の時間に変えさせてあげる。スマートフォンやパソコンを使って、ね、ポジティブな想像力につなげる。なんでこういうようにこの遊びから学び、リサーチ、アート、創造ってで正しいことを教えることによってこの想像力は無限に広がります。
で今 iDoWeb スクールで子どものクラス2つやってるんですけど、1つ目がキロバイトクラスですね。これさっきやったキロバイトの一番軽いやつです。これ5歳から8歳ぐらいまでのパソコンの基礎教室なんですけど、ここで学ぶのがですね、タイピングスキル、これ実はすごい大事で、これからもうちょっと説明しますけど、タイピングスキルとゲームを通じて学びの世界、これゲームを通じてタイピングを覚えるんですけど、もう一つはマウス操作、そして Google クラスルームっていうのもあるんですけど、これですね、実は今大学とかでも使うんですけど、これをもう小学生に教えてきます。これが実際の教室なんですよ。今大学とかに行っても実はオンラインクラスがもう 30%、40% ぐらいで、実際に大学の先生から講義を受けるっていうスタイルがどんどん減ってきてるんですね。なので若い時からこのスタイルを覚えておけば便利になります。はい、ここで手は外部の脳、これはもう研究で証明されてるんですけど、実は自分の手と指の操作っていうのは脳みその 30% ぐらいがこの手と指に関係してるんですよ。もちろん足とか、ね、呼吸とかいろんなのあるんですけど、 30% がここだけにも絞られてるんですね。でこれがなんで大事かっていうと、この体育脳とかが発達されるんですよ。でこれ多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、ピアノやると IQ 高くなるって聞くじゃないですか。これ本当なんですよ。両方の指を別々に指ごとで操作させることによって脳みそがですね、すごい良くなるんですね。脳量っていうのが一般の人より大きいことがもう証明されてるんですね、このピアノやってる人で。キーボードっていうのはまさにそうなんです。でさらにキーボードのすごいところは、ここで文字を書くんでピアノよりもさらに脳みそを使うんですよ。左手右手人差し指、全部の指をバラバラに使いながら手紙を書いたりとかっていうのは、子供にとっても無限なる想像力の開発になるんですね。でこういうキロバイトスクールで、キロバイトクラスの方でこの指の操作、ね、手の操作を覚えていくと、今度のこのメガバイトクラスっていうのがあるんですけど、このメガバイトクラスではですね、9歳から12歳ぐらいを集中にしてやって、WPM ってここで言葉出てくるんですけど、今皆さんこの面接とかをして仕事を受けるときに WPM は何ですかって聞かれる時代なんですよ。これ英語で Words per minute、 自分が1分間に何個の言葉を打てるかっていうやつなんですね。ここで15とか30っていうと面接で落ちちゃうんですよ。面接っていうかもう書類選考でダメなんですね。はい、で大体ね50、60になると一般的で、例えば秘書クラスとか弁護士とかになると120とか140ぐらい打てないといけないんですよ、1分間に。でこれを子供のうちにやっておくと一番違うのがブラインドタッチができるようになるんですね。ピアノもそうですけど、この楽譜見ながら自分の指見て、楽譜見ながら指見てるっていうと、ピアノってやっぱりどっかでズレが生じるんですけど、もう頭の中で若いうちにこのキーボードの位置を覚えておくと、画面だけを見ながら自分の指を気にしなくていいんですよ。ブラインドタッチっていうんですね。であとはワードエクセル、これはもう90年代からあるんですけど、これはなくなりません。一生これはもうね IT 業界の基礎中の基礎で、これはいつになっても使われ続けるものなので、このメガバイトクラスではこのワードエクセル使って子どもの宿題とかもやってきます。これちょっとねずるじゃないですけど、子どもの宿題って例えば算数あるじゃないですか。20問やんなさいっていうのも、このエクセルを使うと20問の計算が全部一瞬にしてできるんですね。別にずるじゃないんですよ。これはね、そろばんから計算機が出たように新しいやり方、ね、もっと優れた算数、数学をやるために使っていきます。あとはですね、子どものウェブ環境っていうのも今すごい大事なんですね。今子どものなんか情報とかセキュリティとかで子どもが見ちゃいけない動画を見ているとか、そういうのもあるので、この環境設定っていうのも保護者の方と一緒に子どもが安全に学べるような設定とかを学んでいきます。でこの空間認識能力っていうのがあるんですけど、これですね、人間が頭の中で立体的なものや左右とか上下を認識するためにすごい大事な能力なんですけど、この手と指をバラバラに使うことによってこれが 34% も上がるんですね。でこれ天才肌の人たちは皆さんこれもう生まれつき持ってるんですけど、これ若いうちにやっとけば勝手に入るんですね、頭に。でこれがあることによって何か物事を説明するときにもう頭の中でその物が見えてくる、物が分解できる、左右上下とか立体的に構造ができるようになります。はい、じゃあ次はですね、皆さん
スマートフォンを持ってください。ちょっと簡単なワークショップをやりたいと思います。大丈夫ですよ、簡単ですから。ここでですね、この小さくてもいいんでできたっていう達成感をちょっと学んでいきたいと思います。じゃあ皆さん、パソコンじゃないや、スマートフォン出してください。いいですか、スマートフォン。今ちょっと取りに行って一人いるんでちょっと待ちましょう。はい、じゃあ1つ目いきます。皆さん QR コードってご存知ですか？はい、じゃあこの QR コードの写真撮ってみてください。撮れなかったら近く来てもいいですよ。撮ってみてください。撮れました？はい、でそこのウェブサイトに行けました？ウェブサイトが見えてたらクリアです。どうでしょうか。僕がクラスを教えている動画が出てくるはずですけど、見ました？見ました？多分今の僕よりちょっと若い動画です。はい、まあこれ QR コードで今皆さんね、いろんなところに行って見ると思うんですけど、この QR コードもね、すごい便利なんですよ。っていうのも、一つのウェブサイトに行くだけじゃなくて、特化したこれガバメントも使うんですね。行政機関の人もコロナの時とかも、例えば日本語のコロナの案内とかってね、日本語用の QR コードとかをちゃんと保健所が刷ったりしてたんですね。なんでたまに QR コード見かけたら写真撮って見てみてください。実はその印刷されている資料に関するもっと濃いいい情報が載ってたりしますので、特にそういう保健所とか行政機関になると情報って更新しないといけないじゃないですか。例えばそのガバメントとかで COVID のじゃあパンフレットを作りましょうって言っても、情報確認とかをしている間にコロナがどんどん変わっていって、吸った時にはちょっと古い情報になっているっていうのはありがちなことなんで、最近ではですね、その概要だけを軽く載せて下に QR コードを載せるっていうのがすごい進んでるんで、もし見かけてこれ情報足りねえぞと思って QR コード見かけたら読み込んであげてください。多分最新のいい情報が出てきます。はい、次の今日のワークショップの便利情報です。皆さんお友達と待ち合わせしたりとか、ね、お店で会おうとかっていうことあると思いますけど、その時にいつもどういうふうに案内してます？ね、キングストリートのなんとかだよとか、カピオラニのここだよとか住所言ったりするじゃないですか。例えばちょっと大きな場所になるじゃないですか。アラモアナで待ち合わせしようって言って一番困りますよね。アラモアナでかいじゃないですか。じゃあLINE 持ってる方 LINE 出してもらっていいですか？はい、LINE 出してください。はい、LINE のチャットに行ってですね、はい、ちょっと借りていいですか？はい、じゃあ LINE を出します。でもチャットするときにですね、この右側の方に、左側の方にこのプラスボタン見えます？プラスボタンを押してみてください。そうすると位置情報っていうのが出てくるの見えます？位置情報。はい、じゃあまず LINE のね、LINE のチャットに行きましょう。チャットって、トークとかチャットっていう部分です。みんな友達とやり取りしてる一覧のとこですね。はい。ちょっとLINE してもいい人をちょっとね、出してみてください。そうで、この中で一つのチャットに入ってください。友達でもいいですよ。ちょっと入ってみてください。で、その時にこの右下にこのプラスボタン見えます？右下じゃない、左下ですね、左下。左下。プラスボタンがあります。プラスボタン。で、このプラスボタンを押すと、いくつかこのオプション出てくるんですね。そう。で、この時に位置情報っていうのが出てくるの見えます？ロケーションとかですね、英語だと。これを押すと GPS でピンポイントでここの位置がその人に送れるんですよ。はい。例えばだからじゃあアラモアナで待ち合わせしましょうって言ってアラモアナ行きました。アラモアナのね、西側にいるのか東側にいるのか分からないときはこういうのを押してあげるといいです。あともう一個便利なのはアラモアナビーチにいます。あそこも大きいじゃないですか。
ね、そういった時にもこの位置情報を押してあげると大体ね30メートル範囲内で正確に出ます。最近のスマートフォンだとこれすごい便利ですね。はい、じゃあ今日のですねまとめを簡単にしたいと思います。シニア層の皆さんにはですね、まずこの IT アレルギーがあるのかないのか自分でちょっと認識してみて、次はどういうタイプのアレルギーを持っているのか、そして小さな成功事例でそれをクリアして、あ、できたっていう楽しさを覚えることですね。次は保護者さんの皆さんにはですね、今習い事いろいろある中で子供が将来一番使うものはどう考えても IT とパソコンなんですね。今はどんな職業に入ろうが、トラックの運転手だろうが、工事現場にいようなのか、絶対メール書きます。絶対 Excel に情報を入れたりします。それなのに今学校では教えてないのを今学ぶのがとても大事です。はい、ここで最後になりますけど、今日はご清聴いただきありがとうございました。でちょっと質問ある方とかここで聞きたいと思いますけど、何か質問とか自分がこのアレルギーの種類には入ってない、違うのかもしれないとか、そういうのとかでもいいですよ。はい、はい、どうぞ。その電話のあれですけど、一番昔はこう回してそれで受話器を取って交換に話したんですよ。それ昭和の初め。それいつぐらいまで使ってました？昭和の初め。昭和の初め。じゃあ小学生ぐらいの時ですか？そう。隣が13、村に1個しか電話ない。おまわりさんのところにかけてって、こう回して受話器を取って交換に申し込む。これ口と耳が別々のやつ。その次がプッシュホンですか？その次が回転台ですね。プッシュは多分昭和中期ですよね。その次がプッシュホンね。今なんか番号ないですもんね。スマートフォンで名前言ったら出ますもんね。コール今メイクをしたら出てきますもん。何も押さなくていいですよ。僕他になんかその交換手と話して面白いエピソードとかあります？交換して話して、私は交換して話して。あれも結構なんか花形職業で人気あったみたいですね。東京だけでね、一番多い時期で女性が330人で男性が100人ぐらいいたそうです。マックスの時で。花形の仕事。でさっきのねちっちゃい動画ちょっとあったんですけど、あれで見るようにすごい早かったらしいですよ、手の動きが。これ早送りじゃないんですよ実は。これですね。これ早送りじゃないんですよ。これ本当のスピードなんですよ。こんなスピードで。でこれもこれでね職業としていいですけど、こんなことやってたら今皆さんの電話代とんでもないことになってますよ。この人たちの給料払わないといけないですから、だから皆さんなんか IT ちょっとねややこしいなと思うかもしれないですけど、必ずね生活を豊かにするために IT で生きてるんで、この人たち今いたら多分何万人っていますよ世界中に。でこの人たちが検証員になってもまだやって、その人の保険払って電話代がまた高騰化してって、この時代が長かったの。なんかこれつながる時に同じ人つながったりとかってあったんですか？毎回違う人でした？私は昭和2年生まれだから。でも330人だったらね、その区に同じ人が何人とかあったんでしょうかね。他にIT の質問とか、自分がこれは面白い昔の IT の話だぞってのあります？わかりました。はい、じゃあ以上をもちまして、じゃあ iDoWeb スクールの、AI と子どもの教育、そしてIT アレルギーの治し方の講演を終わりにいたします。ありがとうございました。会長さんにやるのちょっと僕持ってるからいいです。はい、ありがとうございました。以上です。何か質問ありますか？今思い出して。思い出した方がいます。はい、思い出した方がいます。子どもさんへの効果っていうのはすごく強調してるんですけど、はい、シニアが入っても子どもさんのクラスに入るくらいの程度しかなくても、
お邪魔虫になりません？ですね、クラス別なんですよ。子供の方はそれとてもいい質問です。ありがとうございます。子供クラスはですね、皆さんがこの、症状というかわからない空っぽの状態なので平等に教えることできるんですね。でも社会人、これもね35歳ぐらいからこうなっちゃうんですけど、皆さんレベルが全然違うんですよ。同じ Excel のクラスにしても Excel に情報を入力できるけど関数がわからないって言って、もうすごい全然違うんですね。なんで先ほどのお医者さんの例えになりますけど、やっぱ個人レッスンでないとやっぱり得得できないですっていうのは、皆さん症状が違うので、ね、レントゲン必要ない人にレントゲンしたりとか、血抜かなくてもいい人に注射したりとか、とんでもない治療法になって治らないんですよ。治らないというか得得して学べないです。なのでその個人レッスンがシニアの方にはいいです。一応IT ウェブスクールでですね、シニアの方でも自分と同じレベルの人だなと思う人だったら一緒にお友達2人で来てもいいですよっていうパッケージディールもありますので、もしお友達と2人で来たかったりしたら2人だと同時にできます。もうちょっと差があったりして、そこに時給いくらとか書いてあります？はい、ウェブサイトの方にあります。今ですね、プライベートレッスンがですね1時間120ドルになります。なんで2人で割ったら60ドルですね。なんでグループレッスンに比べるとやっぱりね高めなんですけど、これでさっきも説明したように得得するそのパーセンテージが違うので、グループレッスン10回行くのとより学べれると思ったら安いです。はい。そう、ギマさんもちゃんと来てくれました、スマートに。学ばないといけない。効率的になんか自分が間違ったところを指摘してくれるから絶対いいと思います。あとね、別になんか仕事で使うとかそういう理由でなくてもいいんですよ。うちに来る生徒さんで韓国でやってる韓国のドラマが見たいから自分の電話に VPN をつけてくれって言って持ってくるんですよ。じゃあ教えますよやり方って言って、そのアプリをインストールして月額の5ドル99の申し込みをヘルプしてあげて、設定したらこれで韓国のドラマ見れるようになりましたよって言って帰るんですよ。なんで目的が分かればあとはもう簡単です。何がしたいか分からないのに IT 学びたいって言ってると、なんかね、病気ないのに病気治したいって言われても何を治していいか分かんないじゃないですか。だから病気やその目的、ね、そういうの分かったらもうすごいできます、ね。だからもうお金を送ったりとか好きなドラマ見たいとか、旅行するときに、ね、一番最寄りの駅で美味しいご飯屋さんが知りたいとか、そういうのいろいろできますんで、今スマートフォンで。あとね、英語苦手な方とかはね、この翻訳アプリとかで例えば韓国の製品とかでも後ろの成分とかを写真撮ったらそれを全部日本語にしてくれたりとか、わこれ朝鮮人参入ってんだとか、意外と面白いのいっぱい書いてあるんです。それだけでも生活豊かになります。なんでもっともっと IT 使って生活豊かにしてください。